産業革命期一躍有名になったバーミンガム。依然工業の中心地として知られている一方、バーミンガムはヨーロッパの中でも最も人種がミックスしている都市でもあります。現在、イギリス系白人の割合が少数派であるバーミンガムでは、もはやイギリスではないとの非難を受けています。なぜこうなったのか見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今回も引き続きですね、イギリス第2の都市バーミンガムから今回の動画をお届けしていきたいなと思います。で、今回のお話はですね、このバーミンガムにおける人種が非常にミックスしているよっていうところの動画になるんですけれども、良くも悪くも、人種が、ミックスしていて、ロンドンに次ぐ、多様性のある街になっているのがバーミンガムっていうので、今回自分の目で実際見に、来たっていうような感じになります。で、最新のデータはですね、2021年のもので、ちょっと古いものになっちゃうんですけれども、そのデータを見る限りですね、イギリス系白人、バーミンガムにおける割合っていうのが、4割、強になっていて、一番大きいのがですね、アジア系だと言われていて、ここでいうアジアはあれですよね、その東アジア、東南アジア、南アジアを含む、全アジア圏の方々で、それに次いで、アフリカ系の方々、あとは残りはミックスの方々とか、他の人種の方々もいると思うんですけども、そういった形に現在はなっております。で、以前ですね、その移民の動画でちょっとお話ししたんですけれども、2021年以降、特にブレグジットした後にですね、この外国人の割合というのが増えているような状況になるので、実際現在バーミンガムにおけるイギリス系白人の割合っていうのは4割切っててもね、僕はそんな驚かない気はしています。で、前回の動画でもですね、バーミンガムあったんですけれども、その時の所感としては、外国人というか、非白人系、非イギリス系白人の割合っていうのが、確かに肌感として多いのは間違いないんじゃないかなというふうに思っていてですね、今回実際にいろんなところを見て回って、引き続き、検証というか、どういう感じになっているのか見に行きたいなと思います。20世紀初頭のバーミンガムはイギリス系白人の労働者が多く住む街になっていて、世界の工場とも呼ばれていました。自動車や金属加工、兵器製造などの工場が多く立ち並んでおり、国内各地から多くの労働者を引き寄せました。しかし、第二次世界大戦後、イギリスは深刻な労働不足に直面し、政府はイギリス連邦に支援を求め、多くの外国人が移民としてこの町にやってきました。で、バーミンガムにおけるですね、この移民の波というのがいくつかあるんですけれども、最も大きいっていうふうに言われているのが、60年代、70年代のウィンドラッシュ世代の方々なんですよね。で、このウィンドラッシュ世代についてはですね、もう過去の動画でも何度もご紹介しているので、詳しくはご紹介いたしませんが、イギリス連邦の国々から、多くの移民というのをこっちに来させて、仕事を任せてたんですよね。で、主にですね、結構その体力的にきつい仕事だったり、イギリス人がなかなか手をつけたがらないような仕事を彼らに任せていましたと。で、もちろんそのバーミンガム以外にもですね、ロンドンとか、マンチェスターにも、そういった方々は行ってたんですけれども、バーミンガムってバリバリのこの工業都市っていうので、やっぱりきつい労働環境下での、需要がありましたと。というので、多くのウィンドラッシュ世代の方々がここに来ることとなりました。で、ウィンドラッシュ世代の方々が、どういった国々から来ているのかというと、主にインドだったりパキスタンだったりジャマイカだったり、そういった国々の方が多くここに来てるんですよね。なので、その今、イギリスで例えば病院だったり、介護の現場とか、あとは工事現場とかですよね。で、多くのその有色人種が見られるっていうのは、そういったところから来てるっていうのがあるんじゃないかなと思います。もちろんね、これって60年代、70年代のお話になるので、今はどちらかというとその第2世代の方々が、こっちで住んでいるようなイメージが正しいんじゃないかなと思います。で、その後もですね、移民の波っていうのがいくつかあって、2000年以降どちらかというとその紛争だったり、戦争で、逃れてきた方々がこっちに移住することとなったようです。で、今私はバーミンガム中央駅より少し北に行ったところのジュアリーコータってところにいるんですけれども、主に、宝飾店とかがいっぱい立ち並んでいる場所です。で、こことかはね、今でも結構白人系の割合っていうのが多いんですけれども、一時期は、本当にそれこそ白人しかいなかったような、状態だと私は今理解しています。ただですね、ここ数年、数年なのか数十年なのかちょっと分かんないんですけど、非白人系の割合っていうのも増えていてですね、今ですね、でも、結構ミックスしてるなっていう印象があります。
でこれは別にそのバーミンガム含めイギリスで限ったことではないと思うんですけれども、結局その外国人の方々が、どっか外国の国に行くと一つのコミュニティというか街っていうのを作っていくんですよね。なので日本でいうと分かんないですけど、新大久保のあの辺りが韓国人街になってたり、横浜でいうと中華街とかもね、今はちょっと観光地化してるんですけども、ああいった感じで、バーミンガムでもですね、いろいろな外国人の方々のコミュニティっていうのができていったようです。で今僕はですねバルティトライアングルっていうところに来てるんですけれども、バーミューダトライアングルみたいな語呂合わせであれですけど、ここはですね、バルティ料理の発祥地だと言われているみたいです。バルティ料理って僕も詳しく分かってないんですけど、イギリス料理でインド料理、つまり、イギリス発祥のインド料理っていう風に僕は理解してるんですね。でここうまいっていうので、来たんですが、なんとこのエリアはですね、前回も言ったスパークヒルだったり、スモールヒースの一帯になるんですけど、南アジア系の住人がですね 70% を超えるっていうお話があってですね、もうとにかく異国情緒が感じられる街になっています。でこの辺ね、2、30分歩かせてもらいましたけど、確かにイギリス人、イギリス人かわからないんですけど、白人の割合っていうのはかなり小さいエリアになってるんじゃないかなと思います。なんとなくあれですよね、ロンドンの東のベスナルグリーンとかホワイトチャペルとかを連想させるようなエリアになってますけど、このコミュニティというか街がですね、昨日今日できたような街とかじゃなくて、もうそれこそ半世紀以上も前からあるお店とかが立ち並ぶようなイメージがあってですね、かなり根強いというか長く定住されているような方々がいるような気はします。で言語も結構ミックスしてて、もう本当にザ・イギリス英語も聞こえてくれば、全然僕が知らない、多分アラブ系の言葉だと思うんですけれども、そういった言葉とかも聞こえてね、結構ミックスしているなっていう気はしました。で正面にですね、張り紙みたいなのがあるんですけれども、ここにモスクかなんかができるような感じはしますね。で確かね、昨日行ったスパークヒルとかあの辺はね、結構モスクが立ってるイメージはあったんですけど、この辺言われてみればあまり立ってないので、新しく建てるような感じなんですかね。で SNS とかネットとかで、バーミンガムの、悪口を言うコメントがよく見かけられるんですけれども、彼らの言い分としては、そのバーミンガムはもうイギリスの都市じゃないとか、イギリス系白人がもう少数派に回っちゃってるとかってね、なんやかんや言う人がいるんですけれども、その気持ちは分からんでもないです。でバーミンガムって現在ね、この人種で分断しているというような、受け止められ方ができるかと思うんですけれども、人種以外にもですね、経済的な格差っていうか分断もあるなと思ってて、やっぱ結構ね街いろいろ回りましたけど、潤ってる地域とね潤ってない地域が結構やっぱ顕著に現れてるんですよね、差が。で今僕どこにいるのかというとですね、バーミンガム郊外のソリハルっていう街にいるんですけれども、イギリスって街中に行けば人種はかなりミックスしてるんですけど、郊外に行った瞬間白人の割合がぐっと上がるんですよね、僕の中で。でソリハルって一応、バーミンガムの真横ではあるものの、郊外に当たるので白人の割合は確かに大きいんですけど、とはいえやっぱりミックスしているような気はしていてですね、南アジア系の方々含め、駐在の日本人の方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、あと香港人もちらほら見かけましたね。なのでやっぱりバーミンガムの影響力っていうのはあるんじゃないかなと思います。で今回バーミンガムの方何日か滞在させてもらったんですけれども、なんとなく街を回っていてですね、やっぱりその有色人種の方々の割合っていうのが結構高いような気はしています。かといってその街中で見かける白人全員が全員イギリス系の白人っていうふうには限らないので、確かにそのデータでも出てると思うんですけれども、そのイギリス系白人の割合ってマイノリティに入ってるよねっていうのがわかる気はします。ただ以前移民の動画でも触れたんですけれども、その文化または肌の色が違えどイギリスに生まれている方々って基本イギリス国籍なわけで、そういうふうに考えたときにバーミンガムは確かにイギリス系白人の割合は少ないかもしれないんですけれども、イギリス人っていう考え方で見ていったときにおそらくマジョリティな気はするんですよね。
なのでネットとかでよく見る、バーミンガムはもうイギリスじゃないみたいなコメントに関してはですね、おそらくイギリス国籍がどうのこうのっていうよりかは、肌の色、宗教がどうのこうのっていうふうに言ってるんじゃないかなというふうには僕は見ています。ただ一点だけ僕まだ分かってないのが、なんか昨日今日急に外国人がバッと増えたっていうような状況ではないんですよね。っていうのを考えたときに、なんでここ最近急にバーミンガムだけが名指しで、いろいろコメントが来てるのかっていうのはね、ちょっとね僕分かってないんですよね。なんか建前と本音ってなんか別々で分かれているような気がしていてですね、ちょっとその本音のところに関してはまだ僕は把握できてない感じです。で、そんな中僕ちょっと面白いデータ見つけたんですけれども、現在ですね、バーミンガムの 40% の人口が25歳未満となっていて、イギリスの中でもかなり若めの都市になっているみたいです。以前ムハンマドの動画でも簡単にご紹介したんですけど、特に南アジア系の方々の出生率って、イギリス系白人の確か倍か3倍の数字だったんですよね。というのを考えたときに、今回のそのバーミンガムでイギリス系白人の割合が減っていっていますっていうのと、バーミンガムの都市は若い都市であるっていうのがなんとなくつながっているんじゃないかなというふうに僕は考えています。で、それよりもっと興味深いのが、おそらく2、30年後、バーミンガムの非白人系の割合ってめちゃめちゃ高くなっていると思うんですけれども、そんな中、彼らがバーミンガムの社会というか経済を担っていくと思うんですよね。としたときに、これまでその非白人の方々がイギリス人のお世話になっていたのが、今度は立場が逆転して、イギリス系白人の方々がこの有色人種の方々から恩恵を受けるというかお世話になるっていうような状況ができるんですよね。なので非常になんかこう面白いというか興味深いことが起きるんじゃないかなというふうには僕は思っています。この問題めちゃめちゃ難しいと思うんですけれども、これを一つの時代の流れとして見るのか、ここは歯止めをかけて、抗うべきなのかって、どっちが正しいのか僕は分かりませんし、僕が言える立場でもないと思うんですけれども、皆さんはどう思いますでしょうか。で、今日いろんなところで多様性がどうのこうのってね、叫ばれてはいると思うんですけれども、多様性がないから多様性が叫ばれているのであって、バーミンガムに関しては見せかけの多様性のある街じゃないんですよね。もう完全に本当に多様性のある街っていうふうに僕は見ています。今回バーミンガムが人種すごいミックスしてるよっていうのでご紹介してるんですけれども、もちろんマンチェスターだったりロンドンもそうなんですけど、それ以外にもですね、レスターだったり、ブラッドフォードだったり、いろいろなところでですね、人種がミックスしているっていうのが、イギリス国内で現在は起こっています。ということで、今回の動画はこちらで以上となります。バーミンガムはいろいろな人種がミックスしているよっていうお話についてでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。